皆さんこんにちは。テラスク365チャンネルへようこそ。まちゃんです。なるみです。以前からツイッターの方で告知をしていたテラスク365お悩み相談室をついに YouTube でオープンしました。イエイ。お悩み相談室って何って思われる方もいるかと思うので、まちゃん説明をお願いします。はい、テラスク365お悩み相談室とは、皆さんが普段業務上で抱えているマイクロソフト365に関する悩みですとか質問をテラスク365が分かりやすくかつ優しくお答えする企画になります。そうですね。じゃあテラスク365に質問したいとなった時どうしたらいいですか？はい、そういう時はですね、今回は初回ということでテラスク365の公式のツイッターの方で皆様からマイクロソフト365に関する質問を募集していたんですね。なんですけれども、今後はテラスク365によく寄せられる質問ですとか、または我々がお客様とやり取りをする中でよく出てくる悩み、質問をこの動画内で解説をしていきたいと思っております。はい、ありがとうございます。ではですね、前回皆さんからいただいた質問ですね、一緒に見ていきましょう。はい、それではレッツゴー。でも結構いっぱい質問来てますね。たくさんの質問ありがとうございます。ありがとうございます。どれにしましょうか、これ。これとかいいんじゃないですか？これいいですね。じゃあこちらの質問を読み上げていきます。はじめまして。普段社内で Teams と Outlook を毎日使っているのですが、正直使い分けがよくわからないです。ぜひ使い分けを教えてくださいという質問ですね。これはよく聞く話ですよね。そうですね。私たちも結構使い始めの頃は、Teams と Outlook の使い分けっていうのが正直曖昧なところがありました。やっぱり上司に連絡するときに Teams でチャットで使っていいのっていうところがありましたね。そうですね。チャットだと結構ラフな感じとかしてた気がするんですけど、どうですか？いやもう本当になんか失礼に当たるんじゃないかなってところも考えてたりはしましたね。皆さんもそうかなとは思うんですけれども、メールの方がフォーマルなのでより丁寧なんじゃないかというふうに感じる方いらっしゃいませんか？そんな私たちが今どうやって Teams と Outlook を使い分けているのかお話ができればと思いますので、ぜひご参考にしてみてください。はい、それでは Teams と Outlook の違いを説明していきたいと思います。まず Teams は簡単に説明すると、LINE のようなイメージでチャットでのやり取りがメインのツールになります。Outlook はメールとスケジュール管理がメインのツールですね。そうですね。私たちは社内ではもちろん、お客様とのやり取りでも Teams を使っています。お客様とやり取りをする際はメールを使う方が多いかなと思うんですが、 Teams でやり取りをすることのメリットとしてはスピーディーに連絡を取り合えるので、社内外問わず私たちは Teams を使っています。逆にですね、Outlook を使いたいときはエビデンスとして何か連絡を残したいときに使うのがすごく便利です。そうですね。先ほど上司に連絡するときにチャットだと失礼なんじゃないかっていう話が出てたかと思うんですけれども、決してそういうわけではなくて、今話したようにスピーディーにやり取りをしたいときは Teams、メッセージをエビデンスとして残したいとき、例えば契約関連のお話ですとか、経費の申請とかですね、そういったときは Outlook を使うというところが適しているかなと思います。そうですね。それぞれのツールの長所をですね、シーンに合わせて使い分けていただくのが良いかなと思います。そうですね。では、私たちが考える Teams と Outlook の長所それぞれをまとめましたので、ぜひこちらご覧ください。次とかこの質問どうですか？これ。いいですね。じゃあこれにしましょう。読み上げますね。こんにちは。弊社では在宅勤務が増えて活発に Teams を利用しているのですが、チャットをしても同僚の返事が遅く、理由を聞いたらチャットに気づかなかったということが最近ありました。その時は急ぎの連絡ではなかったので問題はなかったですが、急ぎで連絡が欲しい時にも同じことが起こると少し困ります。相手に気づいてもらいやすい方法は何かありますか？という質問ですね。結
結構いろんな人とやり取りをしている方だとチャットがこうたくさん溜まってしまって気づきづらいということがあるかもしれないですね。そうですね、確かに私も過去に見過ごしてしまったことがあります。まあね、連絡した側からすると返信が遅いとやっぱり不安になるかなとは思います。まあ、ただそうなることを防ぐために私は Teams のあの機能を使って相手にチャットするようにしています。あの機能ですね。では早速そのあの機能が何なのか見ていきましょう。Teams ではメンション機能という機能があるんです。そうですね、メンション機能というと LINE や Twitter、あとは Instagram などでよく聞く機能ですね。そうですね。その通知が来た際は〇〇さんがあなたをメンションしましたという通知が来るので、あ、これ自分向けのチャットだから見ようとなる場合が多いです。確かに私もそういう風になります。ただ業務中ですね、結構業務に集中しているとチャットの通知が来てもこれ後で見ようかなってなってしまう時があります。私も結構あります。もちろん内容にはよるんですけれども、どうしても優先順位をつけてしまって後回しにしがちなので、やっぱりこうメンションがついた通知が来るとすぐに確認するようにはしてます。そうですね、私も忘れないようにその時はチャットチェックをするようにしています。あくまで私たちのやり方ですが、ぜひ皆さんも真似してみてくださいね。そのイメージが湧きづらいという方もいるかと思うので、2人で今からメンションをつけてチャットをしてみますね。それではですね、メンションの方をつけていきたいと思いますので、まずこちらの新しい投稿の部分ですね、こちらをクリックします。そして、アットマークをつけた後にメンションをつけたい人の名前を入れると、ここに候補として出てくるので、こちらを選択します。そうするとこのように青文字でその方のお名前が出るので、例えば今回はかりんということで資料のご確認をお願いしますというふうに入れます。そしてここで送信をしてチャットを送りますと、はい、そうすると今もちゃんからメンション付きのメッセージが届きました。このように通知が来るんですね。で、このアクティビティというところを見ると、このもちゃんが今私に対してメンションをつけましたと、こういうふうに表示がされます。なので、自分宛てに届いたんだなっていうことがこのメンション機能でわかるということになります。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？私も質問したいと思った方はテラスク365お悩み相談室をぜひタップしてください。詳細は以下の概要欄またはテラスク365の公式の Twitter の方チェックしてみてくださいね。それではこの動画がいいと思った方ですね、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。